いや、そもそも完全版商法って何？おはいえなし。先日 X でこんなトピックがトレンドに入りました。当初はファイナルファンタジー15最高のゲームだわって感想ポストしてた人に、当時の開発スタッフが反応するだけのほっこりエピソードだったんですが、一方で美談にするな、ああいう売り方を許してはいけないって批判してるポストもあり、で、引っかかったのがこの完全版商法という言葉、ずっともやついてたのと、15はそこそこ思い入れがあるので、今日は完全版商法は悪かと題して雑談します。事実、考察の流れで参ります。話の途中で完全版商法の代名詞とされるペルソナの話も引き合いに出します。早速本編どうぞ。まずは事実列挙パート。当時15がどんな売り方をしていたか振り返るので、それを聞きながら、これは完全版商法に該当するのかっていうのを皆さんでジャッジしてください。15が初めて発表されたのは2006年、ファブラ・ノバ・クリスタリスっていういかにもスクエニらしい名前の大型プロジェクトの一つに、ファイナルファンタジーベルサス13ってのが名を連ねてました。で、いきなり超飛ぶんですが、7年後の2013年、ベルサス13を15扱いにするわと発表されて、さらにその3年後の2016年8月、本体発売前にダウンロードコンテンツが6種類実装される旨発表で、商品ラインナップとして通常版、ダウンロードコンテンツ6種類が含まれるシーズンパスで、それら込み込みのデジタルプレミアムエディションという3種類も合わせて発表されました。発売前からダウンロードコンテンツがあることは予告されていた感じですね。で、その3ヶ月後の2016年11月に本体が発売。翌月12月から翌年12月にかけて当初約束されていたダウンロードコンテンツ6種類が順次リリースされていきました。この6種類の中には単に強い武器とかスキン差分とかだけじゃなくて、エピソードグラディオラス、エピソードプロンプト、エピソードイグニスっていう仲間キャラにフィーチャーした追加シナリオも含まれてます。で、ダウンロードコンテンツ6種類のリリースが終わったさらに翌年2018年、通常版プラス今までリリースしたダウンロードコンテンツ6種類プラス新たなロイヤルパックというコンテンツが追加されたロイヤルエディション版が税込み8580円で販売されました。ただし既存ユーザー向けにロイヤルパック版だけが2200円で差分販売されています。なお、ロイヤルパックに新エリアの拡張やらってのはあったんですが、追加シナリオは特にありませんでした。で、さらにロイヤルエディション発売の1ヶ月後の4月、未来への夜明けというダウンロードコンテンツ4本からなるシリーズが発表。これらはエピソードアーデン、エピソードアラネア、エピソードルナフレーナ、エピソードノクティスというゴリゴリの追加シナリオ。てかそれどころか、オルタネートグランドフィナーレ、もう一つの終わりとして位置づけられるもので、後々発覚したんですが、シナリオライターにゼノブレイドをはじめとして熱いシナリオ作りに定評がある武田氏など、有名なスタッフが関わっていた意欲作でしたが、そんな未来への夜明け発表後の7ヶ月後である2018年11月、これらダウンロードコンテンツのうち3本の開発中止が発表で、37億の特損計上。ついでにディレクターの田畑氏はスクエニから退社。唯一エピソードアーデンのみ翌年2019年3月に発表されて、中止された残り3本のダウンロードコンテンツのシナリオを小説化したものが翌月4月に発表。以降は IP の横展開だけで15としての動きは小説を最後になくなりました。事実は以上です。では質問です。そんな15は完全版商法をしているでしょうか？結論、私は15は完全版商法なんて一切してないと思ってるんですが、多分完全版商法の言葉の定義をしないと空中戦になると思うんで、それを考えたいと思います。よくありそうな定義としては、最初の8000円そこらのパッケージ版でストーリーとして完全なものを出さず、で、その後の数千円のダウンロードコンテンツで保管してくる商法が完全版商法っていうのが考えられると思うんですけど、じゃあ完全なストーリーって何なんでしょうか？もう10年前のゲームなので思いっきりネタバレするんですが、15は主人公のノクティスが最後死にます。で、好きな人がいたら本当申し訳ないんですけど、私は途中本編でイグニスが急に失明した状態で出てきた時、あまりに展開が唐突で笑っちゃって、そのあたりの道中に駆け足感を覚えたんですが、一方でネットミーム化しているやっぱつれえわ言えたじゃねえかあたりから結末までは普通に綺麗だったと思っていて、本編だけで満足していました。満足っていうか、フルプライス分のゲーム体験は得たなっていう感覚ですね。なのでダウンロードコンテンツが出た時も追加料金で追加のゲーム体験が得られるっていうだけの話で、そういう意味では FF13 から13-2っていう続編に繋がってそれを買うのも、15にダウンロードコンテンツが出てダウンロードコンテンツを買うっていうのも同じなので、特に完全版商法感は覚えませんでした。で、加えてもう一個要素として大きいのが、15は追加コンテンツをフルプライスで買わせなかった点です。完全版商法のもう一つ考えられる定義として、追加コンテンツだけではなくて元の分まで抱き合わせたやつを後日フルプライス相当の価格で販売してくるっていう定義もあるかなと思います。私アトラスのペルソナ5は神ゲーだと思ってるんですけど、一方でペル
ルソナ5ロイヤルの売り方は嫌いで、具体的には15発売の同年2016年にペルソナ5が出たんですが、3年後に追加コンテンツ加えて同じフルプライスでペルソナ5ロイヤルとして売ってるんですね。3年という相当期間を空けているとはいえ、なんで初動のセールス支えたプレイヤーが追加コンテンツやるのにまたフルプライス版買わなきゃいけないんでアホって思ってるんですが、一方で15は最初のダウンロードコンテンツ6種類のシーズンパックもで、その後のロイヤルパックも必ず差分だけで別売りしてたんで、この定義で見た時の完全版商法も当てはまっていません。なので15の売り方を許すなっていうポストの意図も、完全版商法という言葉が出てくる意図もあんまりピンとこなかったんですね。結局本編で満足してるかなんだと思っていて、本編で期待値以上のゲーム体験が無事得られて、でダウンロードコンテンツでまた上乗せされた感覚になったのか、それとも本編で期待値を下回ってダウンロードコンテンツでやっと補完された感覚になったのか、あるいは本編の満足度問わずダウンロードコンテンツが出たこと自体にもう嫌悪感を覚えたのか、後ろ2つの感覚を抱いた人が完全版商法と言っているのかなと私は捉えています。ただ少なくとも2つ目に該当するのであれば、単に本編がクソって言えばいいだけで、自分が勝手に設定した期待値を超えたか超えてないかによって15は完全版商法しているしていないと論ずるっていうのは、私は主語でかすぎ案件なんじゃないかなと思いました。それと3つ目、そもそもダウンロードコンテンツっていう存在への嫌悪感。ダウンロードコンテンツがあるだけでイラつく。8000円ぐらいのフルプライスで完結させろや。なんで1万円とか1万2000円とか払わなあかんねんっていう感情。小さい頃からカセット単位でプレイしていた一個人として決してわからなくはないんですけど、それは無理っしょっていう。ゲーム1本のフルプライスの値段って昔から大して変わってないのに、ゲーム開発費って今指数関数的に増えていて、スーファミの時とか1本数千万から1億円だったのが、PS2 の大型タイトルだと十数億円、PS4 世代だと100億円超だそうです。むしろ1本の作品を体験するための価格が本体の8000円から本体プラスダウンロードコンテンツの高々1万2000円に収まっていることにありがたみを覚えるぐらいで、買い切り型のゲームがダウンロードコンテンツを充実させて客単価のアップを狙うっていうのは当然の企業倫理かなと思います。じゃあ最初からダウンロードコンテンツ込み込みのコンテンツを本体に入れて1万2000円で売れよ、つまりパーツで売るなっていう意見もわからなくはないんですけど、そんなハイリスクな売り方できるわけなくて、本体の初速を見て追加開発にどれだけ投資できるか見極めるっていう意味でも、でかい玉と小さい玉に分けるっていうのは合理的です。現に15も事前にダウンロードコンテンツ作るって単価切っちゃった点のまずさはあるにせよ、低調なセールスを受けて適切にダウンロードコンテンツの開発中止ができてるわけだし、で15の場合話をややこしくしてるのが、今言った事前にダウンロードコンテンツ作りますって言っちゃったにもかかわらず中止したまずさ、そこへのネガティブな感情もあるのかなと。確かにダウンロードコンテンツのエピソードうんちゃらが大体面白かっただけに、当時私もがっかりした覚えがあります。特にプロンプトとイグニスが面白くて、さっき急に失明したメガネ腐ってバカにしてましたけど、ノクティスが意識失ってからイグニスが失明するまでの空白期間がダウンロードコンテンツで描かれていて、これがめちゃくちゃいい話だったんですね。本編でやれよっていうぐらい。だからこの先にあるダウンロードコンテンツ、オルタネートグランドフィナーレとやらもさぞいい話になるんだろうなと期待させてからの開発中止からのディレクター退社だったんで、当時なんやねんって私も思ったのは事実です。なんですけど、クラファンのトラブルみたく事前に予約金取られて逃亡されたわけでもなく、単に追加で味わえるって思ってたやつが味わえなかったっていうだけ。ビジネスなんだからしょうがないよねっていうだけなんで、これも完全版商法って言葉やら売り方が汚いだ汚くないだっていう論点が介在する話じゃないんじゃねって思いました。でさらにもう一つ、さっき私は15のロイヤルエディションのように数年後に追加コンテンツを本編と抱き合わせて販売するときに、既存プレイヤー向けに追加コンテンツを差分販売してくれるのは良心的だ。一方で再びフルプライスを強いてくるペルソナ5ロイヤルの売り方は嫌いと言いましたが、これすらも汚いとは思ってませんし、ましてや完全版商法とも思っていません。なぜかっていうと、新作のゲームが一番盛り上がるのってやっぱ最初のエディションが発売された直後だっていう考え方が前提にあって、そんで2016年に発売したペルソナ5っていうのは、その一番盛り上がる時期にペルソナ5をプレイさせてもらえる権利を買ってるのであって、2019年のペルソナ5ロイヤルの追加コンテンツを除いた本編部分っていうのは、2016年にプレイする時よりもその価値が減損してるって思ってます。だからこそ中古って安く売られるわけだし、そこをアトラスとしては2019年においてもフルプライス相当の価値があるとみなされるために、またコストかけて追加コンテンツを制作してペルソナ5ロイヤルとして販売しているだけに過ぎない。要するに2016年のペルソナ5は2016年時点で最大限の努力をしたっていう意味では完全版だし、2019年のペルソナ5ロイヤルも同じ意味で完全版なんだから、時期をまたいだ商品のどっちかを欠陥品扱いすることを前提とした完全版商法っていう言葉は馴染まなくねと考えてるからです。ロジックとしてはそうで、感情としてこの売り方は嫌いなんだけどね。で、ここまでごちゃごちゃ考えて思ったのは、動画冒頭で言った通り、完全版商法って何なんだろう、そんな商法この世にあるのかってことです。本編プラス追加コンテンツっていうのは開発コストが肥大化する中で、売り切り型のサービスを継続しようとすると必然生まれる販売形態で、ゲーム業界の存続のためにもプレイヤーサイドとしても需要していった方がいいと少なくとも私は考えているもの。その
の上で本編プラス追加コンテンツの中の本編部分だけを見た時に、払った金に対して本編に満足したかどうかっていう話はあるんですけど、それは本編に満足したかどうかっていう視点だけで語ればいいだけで、そこにダウンロードコンテンツがあることだったり、ダウンロードコンテンツが開発中止した15特有の話まで感情を絡めて感情うわーってなって、完全版商法とかいう便利な言葉を使うと話がややこしくなっちゃうんじゃないかなと思いました。というわけで動画タイトルの回収をすると、完全版商法は悪なのか、そもそも完全版商法って何？そんなんなくね？少なくとも15の売り方は決して汚くはなかったでしょう。というのが私の所感です。ただ、本編プラス追加コンテンツっていう販売形態になったがゆえの弊害として一個悲しいなって思ってるのが、本編しかやってない人と追加コンテンツまでプレイした人間の温度差ですね。これが本当に悲しい。ちょっと話は違うんですけど、私ドラクエ3リメイクはここ数年で最悪のリメイクだと思ってるって話を以前動画で触れましたが、一方で言うほどじゃねえだろって意見もよく見受けるんですね。ドラクエ3リメイクって途中でアップデートかかっていて、私がディスってたところって結構改善されていて、その前後でプレイしていた人の評価が変わっている模様です。もちろん私としては知らねえよ当時はこうだったんだよではあるんですけど、同じゲームについて感想を共有したいのに、そのゲームがプレイ時期によって微妙に違くて、でそれによって良し悪しの印象にもズレが生じているっていうのは仕方がないとはいえ、ただただ悲しいなと思いました。私がゲームの感想動画よく上げるのって、人の反響を見て新たな気づきを得るのが好きだからって側面があるんで、見てるものが違うともうその前提崩壊しますし、しかも15は追加コンテンツプレイしてるかどうかで結構印象変わるんで、そんな感じです。もちろん当時も批判的文脈で話題になっていたリヴァイアさんおにぎりとか13章とか15に対して相入れないわって要素は私も多々あるんですけど、でもアーデンとか歴代 FF の悪役の中でもめちゃくちゃいいキャラしてましたし、そもそも従来の FF になかったロードムービー感、ブラザーフット感ってのも私は好きでしたし、いいところもあったと思ってるので、ピンとこない言葉で批判を受けるのはちょっとなぁと思い動画化してみましたが、いかがでしょうか。別に完全版商法なんてねえだろって自信持って言ってるわけじゃなくて、私はこう考えるけどどうなんやろっていうトーンです。完全版商法なる言葉に対してどういう印象を抱いてますか？思い当たるゲームとか売り方はあったりしますか？ぜひコメントください。特にない人は15の感想や思い出をコメントください。こんな感じでゲーム界隈の気になるトピックは軽率に動画化していきますので、面白いと感じましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつげなし。